私ももともと自信ない方だったんで、あんまり別に何もなくても落ち込む。自分に足りてないところばっかりに目がいっちゃって、ネガティブになっちゃうかな。死んでしまったら、もう別にそういう楽しくないとか、自分だけみたいな気持ちにならずに済むのかなと思って。Hi guys, this is Shun from Japan. It is said that many Japanese people exhibit negative thinking and introverted attitude. Some even contemplate suicide due to factors like a lack of self-confidence. So today I'm gonna interview some Japanese people to find out why these values prevalent in Japan and they really lack of confidence. Let's go. まず、ご自身、自分に自信ありますか？いや、ないですね。ない。比べちゃいますね。やっぱり可愛い人とか見ると、うわーみたいな。なんで自信ないと思います？やっぱ完璧主義みたいなところがあるから、周りと比べると、こういうとこが足りてないなとかいうのを考えると、自分に足りてないところばっかりに目がいっちゃって、ネガティブになっちゃうかなって感じですね。なんか、浮いちゃうみたいな。こんな変なことしたら私浮いちゃうみたいな感じで、日本人統一性があるから浮いちゃいけないみたいな無意識に思って、それで負担になっちゃってんじゃないかなみたいな感じはあります。ちなみにご自身の、好きなとこと嫌いなとことかってあります？好きなとこ、身長が高いところとかですかね。嫌いなところは持続力、継続力がないところですかね。なるほど。なんだろう。なんか、いい意味でも悪い意味でもあんま人の目を気にしないところは結構好きだけど、たまにめっちゃバット入っちゃうみたいな。どういう時にそういう風にちょっと落ちちゃったりします？なんか、仕事で失敗しちゃったりとか、あと、なんかすごいハイスペな友達とかが身近にいると、私なんて、みたいな、なっちゃいますね、やっぱり。わかる。ちなみに、ちょっと今、ネットとかで、こういう感じで、自分に自信なさすぎても死んじゃいたいとか、自分の、容姿とか、勉強とか苦手で、もう死んでしまいたいみたいなことまで言ってる方とかいらっしゃるんですけど、どうしてこういう風な思考に、なんかもう死にたいまでいっちゃうと思います？相談できる人が周りにいないんじゃないですか。日本人あんまり強がっちゃう人が多くて、さらけ出せるみたいなのが、多分そういう場が少ないからだと思う。あとはSNS とか時間潰せちゃうから、そういうのでアンチコメントとか見て、この人と共通点があるところにアンチコメントが来てたりすると、自分も見えてるのかなって思っちゃったりするのかなって思います。確かに、結構なんか自分がなんか自信ないっていうこととかをちょっと人に言うのもちょっと恥ずかしかったり。プライドが高いんだと思う。日本人は。日本人の方って自信あると思いますか？いや、あんまないです。なんで日本人の人は自信ないと思いますか？なんか、海外と違って自己主張が強すぎると自己中って思われて嫌われちゃうみたいなのがあるからだと思います。でね、ちなみにご自身は自分のこと、自信ありますか？いや、あんまりじゃね。まあ。ご自身の嫌いなところってちょっと教えてもらえたりできます？性格が好きじゃない。自分の。ご自身どういう性格？なんか、なんだろうね。なんか、うるさいのかな。なんか、女の子らしい性格じゃないんです。だからそういうとこですかね。言葉遣いがあんま良くないってとこです。ご自身は自信はありますか？今はあります。今はっていうことは昔は自分に自信を持っててなかったってことですか？そうですね。ずっと生まれた時から19、20ぐらいまではずっと自信なかったです。それはどうして自信が持てなかったなって振り返りますか？自分はなんかめっちゃ人の目とかを気にしちゃうタイプで、常に人の顔色とかを伺ってしまうタイプなんですよ。で、その中で自分結構親とかが結構厳しい感じの家庭で育ったので、一般的な家庭って結構親とかその安心できる人とのつながりがあって、
自分って生きて、これでいいんだみたいな、すごい根本的な自信を持てたりすると思うんですけど、自分はその安心できる環境が周りになかったので、すごく、自分って生きてていいんかなみたいな。なんで生きてんだろうとか、ずっとマイナスなことをめっちゃ考えて、生きてても何も楽しくないなみたいなことをずっと思ってました。実際にご自身がおっしゃってたように、周りの人と自分を比べて、死にたいとまで思ってしまうようなコメントもネットでは散見されるんですけど、ご自身もそのような経験はありますか？そうですね。自分に自信がないっていうのがすごくあって、もう劣等感。もう自分は誰々に比べて劣ってる。もう自分なんて何もできない。全部映ることが苦しいことに見えてしまう。それでもう死んでしまったら、もう別にそういう楽しくないとか、自分だけみたいな気持ちにならずに済むのかなと思って、もうそういう考えに至ってました。どのようなプロセスで克服していきましたか？ずっと悩んでた時とかは、もう自分がなんでそうなるかも分かってなかったんですよ。自分が病んでるみたいなことを人に悟られたくなかったから、ずっともうごまかしてたんですよ、人前では。だから普通にお前は普通に楽しそうだねとか、人生楽しそうだねとか言われてたけど、実際はめっちゃネガティブに思ってて。だったんですけど、でもそこでなんで自分がこういう風な思考回路になってしまうのかっていうのを本とかを読んで、だから自分はこういうネガティブなんだっていうのを理解してからすごく楽になって、そこからは、時間はかかりましたけど、だんだん自分に自信が持てるようになっていきました。日本人がネガティブに物事を考えたり、悩んでしまいがちなことについて、なんでそうなってしまうと思いますか？で、それが、いろいろ見てたんですけど、例えば、日本とか韓国とかでそういうネガティブで、自殺率とかが高いとかすごく言われたりするんですけど、それってのは儒教の考えがすごく影響されてるみたいなのをちょっと見たこともあって、上下関係をすごく大事にとか、こうあるべきとか、結構日本人働き方とかも結構厳しいっていうじゃないですか。根本的に何々しろ、で、これはダメっていうのがすごく強い国柄があったり、あと国民性でよく日本人は同調圧力とか、みんながこうやってるからこうしないとみたいな感じで、本来の自分のやりたいこととかを素を出せなかったりして、で、その状態ってすごくストレスじゃないですか。自分はこうやりたいのにこうできないっていうので、どんどん、やりたいのにできない、じゃあもうやんない方がいい。で、どんどん自分のやりたいことを能動的にできない、自信がなくなってしまうっていうような思考回路になることがすごく日本人とかは多いらしいです。ご自身は海外とか行ったことありますか？1年間マレーシアで留学してました。単純な比較にはなっちゃうと思うんですけど、その海外で生活した時に日本人が学べるんじゃないかなって思えるような側面ってありましたか？それこそ家族とかコミュニティの、周りの人とつながってるっていうか、つながりの感覚がすごくあるなって思いました。で、海外の友達とかもいるんですけど、みんな結構、はいママみたいな、もうお母さん大好きとか、家族が一番みたいなことを言ったりするんですけど、どっちかって言っても、日本はもう親とは口を聞かないとか、親には何も言わないとか、親嫌いとか、もう家族といるのがしんどいみたいな人も結構多いらしくて、そういったことがもう分かりやすく、その自信とかが持ててない要因なのかなっていうふうには思ってます。This channel produces the following three type of videos. The first one is various interviews related to Japan. The second one is the day in the life of Japanese people. And the last one is how the lives of people from different countries are in Japan. This channel is definitely the best channel to learn more about Japan. If you find this video interesting, don't forget like and share and subscribe to our channel. 日本人の方って、自分に自信あると思いますか？ある人もいるし、多分ない人も結構多いのかなって思います。じゃあ逆に自信のない人は、なんで自分に自信ないと思いますか？人と比べすぎてるんじゃないかなって思います。例えば、その身長が低いとか、顔とかルックスとか、足りないものばっかりを見つけてしまうんじゃないか。ご自身は自分に自信はありますか？難しい質問ですね。自信つくように頑張ってます。例えば、なんか服とかに興味持ったりして、なんか、どうやったらよく見えるかなみたいな自分が。っていう風なことは考えます。
それは最初こう自分に自信がないなと思って自信をつけるために服とかに気をつけるようになりました。まあそれもそうだし、まあどうせならもっとよりよく見られたいじゃないですか。はい、思います。はい。ですよね。私ももともと、なんか、自信ない方だったんで、やっぱ自信ある方がいいなって思うから、ちょっとそのために頑張ろうみたいな。何か心がけてらっしゃることとかありますか？ネガティブにならないようにとかは、めっちゃ思います。ネガティブになる時ってありますか？普段で。私めっちゃ仕事してる時にネガティブ。めっちゃ怒られると、もう自信なくすんで、それで。日本人の方って自分に自信あると思いますか？ない人の方が多そう。海外の方々は結構自分に自信持ってるなっていうイメージありますか？はい、あります。実際に海外に行かれたことはあるんですよね。はい。その時どんな感じでした？海外の方は。なんかもう服とかも全然みんな自分の好きな洋服着てたり、そんなに性別とかにもとらわれてなくて。日本人って結構ファッションとかそれこそ見栄えとかそういうのも気にしてる感じあります？はい、なんか露出気をつけるとかもそうだし、結構気にしてるなと思います。ご自身は自分に自信ありますか？皆さん。なるべく持つようにしてます。持つようにするっていうと何か具体的にありますか？意識してる。もうそれこそ人と比べないようにとか、あとはネガティブな感情になったらプラスなことを書き出すとか、あとなんか一個でも自信が持てるように、例えば勉強頑張るとか、それで資格を取るとかで、なんか自分のプラスっていうか自信につながるようなことをしてます。自信ですか？自信はなんかちっちゃい頃はなかったんですけど、辛いこととか、なんか試練とかがあった時に、他の人が助けてくれたりとかして、そういう人の感謝とかも込めて、自分が持たなきゃなっていうふうに思えるようになった感じです。はい。落ち込んだりすることってあります？普段。ありますあります。どういう時に落ち込みます？どういう時に落ち込むんだろう。あんまり別に何もなくても落ち込む。そういう時ってどうなります？寝て忘れるか、あとはなんだろうね。どうしてんだろう。人に話す。話す。人に会う。一人の方が考えちゃう。最後にご自身の好きなところと嫌いなところを教えてもらってもいいですか？自分のはい。自分の嫌いなんだろう。好きなところは、なんか何でも一途。多分、一個のことを目標にしたら、結構派生しないっていうか、それないでできます。嫌いなとこは、めっちゃマイペースだから、のんびりしてるっていうか、めっちゃ人に合わせらんない。結構自分のペースで済むな。はい。どんな人にでも、笑顔で接する一番最初からっていうのと、逆に嫌いなところは、それこそマイペースだったり、他人に合わせられないところとかですか？逆に。合わせられないっていうのは、なんて言うんだろう。自分が違うなって思ったことには、本当になんか、ネガティブな感情をそれこそ抱いちゃう。自分が嫌だって思ったものにははっきり嫌って言っちゃうことが多い。それこそ日本だったら人と合わせることが大事みたいなよく言うじゃないですか。そこで結構苦しい思いとかしてそれも一つの日本人の特徴でいいところだと思うんですけど、逆にそれにずっととらわれてると、自分がしたいことが見えなくなったりとか、なんか好きなと嫌いっていうよりかは、なんか得意と苦手みたいな、になるんですけど、得意なことは、周りの人に何を言われてもめげないっていうか、なんかそのメンタルが多分強いのかわかんないんですけど、何を言われても別に流せるっていうか、その人から言われたことですごい考えちゃうとかはないですね。注意とかだったら聞くんですけど、なんかその人の価値観とかそういうのを押し付けられるっていうか、なんかそういうのがあってもっていうか、それは人それぞれだよねみたいな感じで。それはもともとですか？生まれつきっていうか。いや、ちっちゃい時とか小中学校の時は結構気にして生きてたんですけど、なんかふと高校生ぐらいの時から趣味が合わない子とかに違うこと言われても、違うもんねみたいな、なんか流せるようになったというか、なんか急に流せるようになりました。それは良かったなって